どうも、明智ピロシキです。サマランプです。お願いします。今回解説するキャラクターはブレイズです。ブレイズ。まず美形。かっこいいよね。凛とした性格や炎を操り踊るように戦う戦闘スタイル。へえ。とにかく魅力がほとばしっておりまして、ファン人気も高いキャラクターですね。なるほど。そんな魅力抜群の彼女なのですが、明智的には分かりにくいなという印象がどうしても拭えないキャラでもあるんですよね。分かりにくい。というのも、彼女の設定や物語には数多くの不明点がありまして、説明が一筋縄じゃないんですよ。そうなんだ。簡単に説明できるもんじゃないです。で分かりにくさの原因は主に2つあると思ってまして、まず1つは異世界の住人、一国の皇女、エメラルドの守護者、大層な設定を持たされているんですね。そうなんだ。その割にそれらの設定が全体的にふわっとしていて、実態がつかみづらい。これが一つ目の分かりにくさですね。もう一つは登場作品によって設定や性格に若干の違いがあるように見える。ばらつきがあるんだ、作品ごとに。これらをめぐってはファンの間でも長らく様々な議論がされ続けておりまして、裏を返せばその不明点も含めて非常に高い関心を集めているキャラとも言えますね。なるほどね。ちょっとミステリアスさに寄与してるというか。語りたくなるキャラみたいな感じですね。なるほど。この動画ではそのブレイズの分かりにくさを整理しながら、ブレイズの全体像を俯瞰して解説します。正直ブレイズってこうだって言える答えがないので、今回の動画は明智の解釈が結構入ります。なので答えではなくて、こういう考え方もできるよねという一つの解釈として聞いてもらえるとありがたいかなと思います。なるほどね。動画の前半はブレイズのキャラクター設定解説、設定もりもりだけど不明点も多いブレイズのキャラ設定を整理しながら解説していきます。動画後半はストーリー解説、作品によるブレイズの違いにも触れつつ、彼女の物語と人物像の変遷を整理しながら解説します。これ一本でブレイズを全く知らないところからでも相当なブレイズ2になれることを約束します。ありがたいね。ぜひ最後までご視聴ください。我々あけたまチャンネルはソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが解説、考察、ゲーム実況などいろいろ投稿しております。ソニックに興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまずはブレイズの概要とキャラクター設定を解説します。お願いします。フルネームはブレイズ・ザ・キャット、種族は猫、14歳女性です。身長95センチ、体重そんなことが言えるか。これはいつものというか、ですね。女性キャラクターは体重秘密にしがちのやつですね。ただここはセリフで説明しているというのがちょっと特徴でして、確かに。ブレイズの口調なんかもちょっと垣間見えるのかなと。口調についてはまたこの後解説します。で見た目についてですが、クールで、エレガントで、なおかつキュートみたいな。確かにね、みんな好きだよね、このビジュアルは。なんかもう全部兼ね備えてるみたいなビジュアルをしてますよね。で金の首飾りをしています。ここはなんかエジプト神話の女神とかね、なんか思わせるなと個人的には思ってまして、猫の神様バステトなんてエジプト神話にいますけど、それをもしかしたらモチーフにしたのかもなんて思ってます。なるほど。パンツスタイルなんですよね。確かに。宝塚歌劇風の衣装ということらしいです。そうなんだ。デザインの段階でそんなことを一応イメージしたらしいですね。セガで歌劇というとね、桜大戦とか連想しますけど、衣装を比較すると似ているといえば似てるなということで、歌劇風。ちょっとセガの歌劇の格好をしてますね。なるほどね。で初登場作品は2004年発売の NintendoDS ソフトソニックラッシュ。DS で初登場。携帯機デビューだったんですね。なるほど。ソニックと共にダブル主人公を務めました。最初から主人公として登場しましたね。で物語の中ではソニックと一度は対立をするんですが、最終的にはお互いを認め合い信頼できる友人関係となったという感じでした。なるほど。でその後の活躍なんですが、ソニックラッシュの続編にあたるソニックラッシュアドベンチャー、こちらで再びソニックと共にダブル主人公を務めています。でソニック在地オフ2006、通称新ソニですね、こちらにも登場してまして、3人の主人公のうちの1人シルバー・ザ・ヘッジホッグの仲間キャラクターとして活躍しました。で早くも 3D アクションの方でもデビューしてるんですね。なるほど。でまたレースゲームだったりマリオ&ソニックシリーズなど番外作の多くでもプレイヤブル参戦しておりまして、ソニックファミリーの一員として定番化しています。なるほどね。マリーソニーシリーズとかは出演できなかったキャラクターとかもねたくさんいる中で、ブレイズはしっかりと参戦している。もう解禁賞ですね。最初の作品からいました。肩書きなんですけど、異世界にあるソル公国の皇女にして、秘宝ソルエメラルドの守護者
ということでね。はいはいはい。ちょっと固有名詞がパラパラ出てきちゃって。できましたね。なんのこっちゃですね。そうだね。はい。これ、公式のキャラ紹介文の1行目なんですが、早速、大層な設定がもりもり出てきてますよね。確かにね。はい。少し脱線しちゃうんですが、ここに関するちょっとした面白話がありまして、英語圏のソニック公式 YouTube チャンネルがありまして、そちらに投稿されたソニックレーシングクロスワールドの出場キャラクター紹介映像というのがあるんですね。こちらバビロン盗賊団のウェーブがジェットにですね、各キャラの情報を伝えるという体でやっていくんですけれども、ブレイズの説明をするシーンがあります。ブレイズの説明今みたいな感じでするんですよ。控除にしてみたいな。でそれを聞いたジェットが、無駄に複雑だな。同じ気持ち。ぼやいてます。はい。これ公式側もブレイズの設定の複雑さを自覚しているっぽいという。そういうことなんだ。ことで。はい。これ自虐ネタですね。なるほど。はい。まあそれは明智聞いてて、いや、設定の複雑さで言えば、バビロン盗賊団も大概だから。そうですよね。この前の解説動画も1時間半ぐらいの尺でしたもんね。相当込み入ってましたよ、あいつらも。そういうどど口がみたいな感じで聞いてたところですね。その後ウェーブがジェットに対して「そうでしょうか、私たちもエイリアンでジーニーですよ」って突っ込んでてなるほど。やっぱそっちも自覚してたんだっていうそうなんだよな。この辺のやつらみんな込み入ってるんだよな。そうなんだよ。なるほどね。ということで大層な設定がもりもり出てきながらも公式はこれでもう突き進んでいるんですね。そうなんだ。はい。今回の動画ではこれ一つずつ分解して解説していきます。了解です。ただ動画の冒頭でも言ったんですけど、これらの設定って不明点が多いんですね。結局細かいところまでよくわからないので、わかんないぞっていうことを結構言っちゃうんですが、それを含めて解説を聞いてもらえればと思います。なるほどですね。わからないところを整理するって話でしたもんね。そうですね。了解です。はい。まずですね、ソニックの住む世界とは異なる次元に存在する世界に住んでいます。異世界出身ということですね。でその世界については、ファンからはソル次元などと呼ばれることもあるんですが、公式名称は存在しないです。そうなんだ。で公式だと単にブレイズの世界とかブレイズの次元、ブレイズディメンションみたいな風に呼ばれています。ソニックの世界とは表裏一体の関係にあって、対として成り立ついわばパラレルワールドのようなものとされています。単に異世界というだけじゃなくて、ソニックの世界と特別つながりの強い異世界なんだということが一応示唆されているわけですね。なるほど。ただ細かい説明はありません。そう異世界っていうのがいっぱいあって、その中にこのブレイズの世界っていうものがあって、その上でソニックの世界とつながりが強いのかとか、いろいろ想像は膨らむんですけど、何が正解なのかとかっていうのは分からないんですね。未だに多くが語られない謎多き世界です。なるほど。ただ言えるのはブレイズがソニックと一緒にいる時っていうのは、基本的にブレイズがこの異世界から一時的に移動してきている状態ということになりますね。ブレイズ次元からソニック次元にというか、ソニックの世界に移動してきてるってことなのかなが、多いですよね。一緒にいる時は。一応覚えておくと、理解が深まるかなと思います。なるほど。異世界の住人ってことね。はい。で続いてブレイズ。その異世界に存在するソル公国という国の公女です。公女。はい。プリンセスですね。服装や立ち振る舞いに気品があるのはその生まれゆえということになります。なるほどな。で若くして国の公務にも関わっているらしいですね。書類にサインなんかをしているのがソニックピクトで描かれていたりします。あんまりこの辺の描写って多くはないですね。そうなんだ。でたまに海賊が国で暴れたりするので、それを退治したりもしてるみたいですね。そうなんだ。むしろこっちがメインというか、はい、プリンセスなんですけど海賊退治に出かけると。勇ましいね。はい。公女だからといってガチガチに拘束されてるわけではなさそうです。割とラフに単独で自由に城を抜け出して動けちゃうということですね。なるほどな。はい。ちなみにソニックラッシュアドベンチャーではこのブレイズの異世界が舞台になるんですが、あのゲームで描かれた地域がソル公国なのか、そうじゃなくて別の場所なのか、他の国も含んでたのかとか、そのゲームで描かれた地域のどこからどこまでがソル公国なのか、いろんなパターン考えられるんですが、ここも説明はされてないです。そうなんだ。はい。ソル公国という存在一応語られるんですけど、ここがソル公国ですとは言わないんですよね。あくまでもブレイズの世界で冒険するぞとしか言っていないので、ソル公国ってなんだという状態ではあります。ソル公国自体もぼんやりしてるんだ。はい。なるほどね。そうなんですね。でアメコミシリーズの IDW コミック、明け玉解説だとたびたび出てきますね。こちらなどで城の外観が描かれたりもしました。はい、ただソル公国の文化とか特色ってあまり語られることがなくて、他の皇族についても語られたことってないんですね。そうなんだ。ブレイズが公女ということは、お父さんかお母さんが王とか女王みたいな感じで健在なんじゃないかと思うんですよ。ブレイズで公女ですから、はい、女王じゃないので。はい、ただ今のところそのブレイズのお父さんお母さんがいるかどうかすら語られたことがないですね。ただいるはずなんですよ。はい、ということですね。謎がここも多いです。なるほどな。さらにブレイズ、国の秘宝ソルエメラルドの守護者でもあります。
ソルエメラルドっていうのはカオスエメラルドのブレイズ世界バージョンみたいなものですね。もうざっくり言ったね。はい、時空を超えるほどのパワーを秘めてたり、数も全部で7つあったりと共通点だらけ、めちゃめちゃカオスエメラルドだ。はい、カオスエメラルドとは磁石の N と S のように惹かれ合うとも説明されてまして、なんかすごい関係は深そうなんですけど、結局ソルエメラルドの性質とか出自っていうのはやっぱ明確な説明はなくてですね、多くが謎に包まれているということで、カオスエメラルドも謎は多いんですが、そのカオスエメラルド以上に謎が多いです。はい、とりあえず出てきたという印象なんですよね。なるほどな。はい、ただブレイズはですね、そのソルエメラルドと交信する巫女のような役割も担ってまして、エメラルドの導きによって世界を危機から救っていくという動きをしますね。でその中で徐々にその力の使い手としても成長していきます。守護者でもあるんですけど、ソルエメラルドの力を操る者としても成長していくという感じですね。なるほどね。はい、でそんなブレイズの能力についても解説するんですが、ブレイズといえば能力といえば、炎を操る力ですね。名前もブレイズですからね。確かにそうか。はい、炎を操ることができます。で何もないところから炎を生み出せるんですね。もう手から炎がボッて出てくる感じのこともできます。もちろんそこにも元々ある炎を自由自在に動かしたりとかっていうこともできるんですね。で攻撃だったり移動だったり様々な用途で、かなり高度に操ることができるようです。でこの力は幼い頃から備わっている力であると語られているんですが、その力の発現条件などの詳細はやっぱ説明されていないです。なんかブレイズが特別その力を発現できたのか、それともなんか修行すれば誰でも発現できるものなのか、でそのブレイズの国とかその血筋に伝わる力なのかとか、なんかいろいろ妄想はできるんですが、これもよく分かってない。ただ分かっているのはブレイズが幼い頃から備わっていると言っていることなんですね。でゲーム中では炎をまとってバレリーナのように回転しながらジャンプするアクセルジャンプだったり、手足の先から炎を噴出させながら滑空するバーストホバーとか、かっこいい。炎を使ったスタイリッシュな技を使用することができます。なるほど。で忘れられがちなんですが、ソニックに引けを取らないスピードの持ち主でもあるんですね。スピードも速いんだ。はい、スピードタイプを担うことが多いです。はい、炎の助けもあるのかもしれないですけどね。神秘の宝石ソルエメラルドの力の使い手ということで、ソルエメラルドの膨大なエネルギーでともすれば世界を滅ぼすほどの脅威となる、投げうるとされています。カオスエメラルドの別バージョンですからね。ただブレイズはその使い手として成長することで、その力の抑え方やコントロールの仕方を覚えていきます。なるほど。その結果ですね、7つのエメラルドと炎の力を組み合わせて、ブレイズはバーニングブレイズに変身できるようになります。スーパーソニック的なことだ。そうです。スーパーカーみたいなことができるんですね。でスーパーソニックと同等の能力を得て、炎の力も大幅にパワーアップするということで、めっちゃ強そう。はい、相当やっぱトップクラスに強い能力を持ってますね、ブレイズは。はい、でまたソルエメラルドにはソニックの世界と行き来する力があるらしく、力が扱えるようになってくると自由に行き来するようになるんですね。そうなの？ただいろんな世界に自由に行き来できるわけじゃなくて、あくまでもその対の世界であるソニックの世界と行き来することができるらしいです。これソニックにはできないことなので。そうなんだ。なんかソルエメラルドの独自の力なのか、ブレイズがすごい力なのか、ちょっとこの辺はわからないですが、一体そんな力も持っています。なるほど。で詳しいことはわからない情報ではあるんですが、次元間移動の副作用として稀に記憶障害が発生することがあるんですね。そうなの？ただですね、そのソルエメラルドはその記憶障害を修復する力も持っています。チートなんですよね。なんかその次元移動するにはかなりのリスクが伴うぞということなのかなと思うんですけど、それをリセットできちゃうということらしいです。ただよくわからないんですね。ここもよくわかんないんだ。この描写もあまり詳しくされたことはない。IDW コミックでしか出てこない設定ですね。そうなのね。はい。ただブレイズはそういった力も自在に扱えるようになっているので、相当力の使い手としては成長してきているなという感じです。なるほどね。次元間移動もできるようになってるし、それで副作用として記憶障害が起きてもそれ自体も直すことができるくらいにはソルエメラルドの力をコントロールできてるってことだ。いうことですね。なるほどな。これはもう現時点でのブレイズの能力なので、もともとはそんなに力の使い手として成長はしてなかったんですけども、だんだんとそういう風になっていくんですね。なるほど。あと細かいことですが、車の運転が得意だよって言っていたりとか、そうなん。はい。あとガーデニングについてなんか知識が豊富だったりとか、器用に何でもこなすイメージがありますね。ただ料理は苦手のようです。そうなんだね。はい。これ直接描写があったわけじゃないんですが、ソニックチャンネル公式ホームページの方で配信されている壁紙でですね、パンのようなものを焦がす姿が描かれたことがありまして、可愛らしい。なんか火力強すぎたのかなと。確かにね。火の
扱いがやっぱり得意なんですけど、そうその時は体力強すぎちゃったのかなみたいな感じで、強火なキャラではありますからね、確かに。まあ、料理はあんまり得意じゃないのかななんて可愛らしい面もあります。なるほど。ということで、ブレイズのキャラ設定いろいろとすごそうなワードが出てきましたね。ちょっと設定盛りすぎじゃないかっていう気はしてますけど。盛りすぎなんだが、面白そうではある。確かにね。他のキャラクターにはない要素をたくさん持ってますよね。魅力的だよね。はい。で、ソニックと同等の力を持っている女性キャラクターというところでもかなり特筆すべき存在なんですが、確かに細かな描写はまだされていないということも分かっていただけたんじゃないでしょうか。結構曖昧な設定が多かったですね、確かに。ただ異世界だったり公女、あとはソルエメラルド、守護者、炎を操るなどといった、ワードっていうのはブレイズにとっては、すごく重要でよく出てくるんですね。なるほど。なのでひとまずそれがブレイズと関わりのある言葉なんだっていうのは覚えておいていただけると、今後理解がしやすいのかなと思います。了解です。続いて性格ですね。基本的に真面目です。はいはい。イメージ通りかな。そうだね、確かに。真面目すぎるゆえに融通が利かないところがあり、ちょっと頑固で意地っ張りなところもあるんですよね。で、厳格でどこか近寄りがたい雰囲気があるんですが、根は優しくて面倒見もいいので、クリームやマリンといった年少キャラから慕われて懐かれてます。いいね、可愛らしいですね。慎重ゆえに人見知りがちなんですよね。ただ親しい友人や信頼できる相手には誠心誠意接してくれるということで、いわゆるクーデレです。なんか猫っぽいっすね。そうだよね。はい。ここはもう猫っぽいなという感じだよね。なるほど。普段は冷静沈着クールに振る舞ってるんですが、公式キャラ紹介にて内に秘めた感情を理性で抑えているようにも見えるとありまして、感情をコントロールしようと努めている様子も伺えて、それゆえにどこか本音を隠してしまっているような場面も見られます。ただそれでも時折感情が高ぶってしまうことがあって、そういう時は後で自分を責めたりするんですね。なるほど。意外とエモーショナル型というか、感情優位に立ちがちなんだ。そうなんですよね。なるほどな。ただクールに振る舞おうとちょっと努力しているような姿が見れるということですね。なるほどなるほど。というのも公女、守護者といった自分の役目に忠実であろうとするあまりですね、自分を厳しく律しすぎるところがあると。むやみに感情をさらけ出すのは未熟、恥ずべきことだと捉えている節があるんですよね。なるほどな。でその役目に対するストイックさってそれだけじゃなくて、自らの力は弱き者を守るためにあるという信念を持ってまして、そのための献身を惜しまない、なるほど。はい。自己犠牲はいとわない。はいはいはい。ただその責任感の強さからですね、どうしても自分だけで物事を解決しようとしがち。他人の手は借りない。他人の迷惑はかけないということで、自分で自分を追い込んでしまうこともしばしばあります。そうした堅くなさっていうのはソニックたちの出会いで少しずつほぐれてはいって、だいぶ丸くなってるんですけど現在は、ここって彼女らしさとして今も残っているかなとは思います。へえ、なるほどな。このようにですね、ブレイズって世界とか能力に関する設定ってふわっとしてる一方で、性格とか内面に関してはかなり丁寧に描かれてるんですよね。思った。そうだよね。内面すごい丁寧に描写されてますよね。めちゃめちゃわかるなというか、なんか人間臭いというか、すごく共感しやすい部分をいっぱい持ってるキャラクターですよね。確かにね。心の葛藤とかがすごく分かりやすく設定されてますよね。そうですね。主人公になったっていうところもあるんでしょうが、ソニックシリーズの中でもこんだけ内面がしっかり描かれているキャラクターって珍しいと思いますね。なるほど。あとですね、このブレイズの複雑に揺れる心理の背景に公女、守護者であることが影響しているっていうこともポイントだと思います。つまりですね、少なくとも現時点で公女とか守護者などの設定っていうのは、公女ってこういう仕事をしててねとか、こういうソル公国ってこういう国でねみたいな、その世界観を広げる装置というよりも、むしろブレイズの内面を描いて深めるために使われているんじゃないかということが見えてきます。なるほどな。ブレイズの内面描写ありきでこの設定が用意されているんじゃないかと見ることもできるんですよね。はいはいはい。面白いですね。少なくとも現時点ではね。なるほど。はい。これからその公女とか守護者とかの世界観的なところも掘り下げていくのかなって期待はしてるんですけど、現状はそうじゃないよということですね。へえ。大層な設定だからてっきり世界観に影響してくるのかなと思いきや、意外とそれはブレイズの内面にベクトルが向いている設定だったってことなんですね。そうなんですよ。なるほどな。確かに面白いというか、今後どう扱われていくかもすごく注目ですね。はい。なるほどな。一人称は私ですね。私。はい。で語尾になんとかだなとかなんとかだろうみたいな感じで、中性的でやや硬い口調で話すのが特徴です。硬めだね、確かに。で高いところが苦手という特徴があります。あ、そうなん。猫なのに。そうだよね。高いところが苦手なんですね。あとおそらく猫舌ですね。あ、そうなんだ。はい。ソニックピクトとかでよく紅茶を飲んでるんですけど、これぬるい紅茶っていう風に書かれてるので、わざわざぬるくしてんだっていうことは猫舌ということですね。なるほどね。はい。
あとトリビアなんですが、うん。構想段階ではですね、うん。胸が小さいことをコンプレックスにしており、そこを指摘されると怒るというキャラ付けがされてたようですね。ラブコメのキャラクターみたいななんか設定を盛られてますね。何をやろうとしてたんだろうな。何がとは言いませんが、時代を感じるなと。時代だね、確かに。はい、ただこれは一応表には出なかったあ、そうなんだ。ね。なるほどね。はい、ちょっと安心しましたね。まあまあ確かにね。まさに胸をなで下ろすようなエピソードになってますけども。はい。声優を務められているのは高森奈緒さん。うん。クールで意志の強い女性キャラにぴったりな声をされてますね。でちょっとした話なんですけど、高森さんですね、2020年に所属してた事務所を退所していたようですね。で別の高森さんが演じた役には交代があったんですね。あ、そうなんだ。ブレイズもクロスワールドでは声優交代してしまうんじゃないかと心配されていたんですが、無事続投してくれたということで、ファンたちはすごく喜んだと。よかった。ということですね。引き続き高森さん。やってくれるということになります。なるほど。はい。以上がブレイズのキャラ設定についての解説でした。ありがとうございます。続いてはブレイズのストーリー解説に入っていきます。はい、お願いします。なんですが、本題に入る前にですね、少し話しておきたいことがあります。動画の冒頭でブレイズの分かりにくさの原因の一つとして、登場作品によって設定や性格に若干の違いがあるように見えると述べました。はいはいはい。ここもっとはっきり言ってしまうと、ソニックラッシュと新ソニ、この2作品におけるブレイズの描かれ方に差があるように見えるんですね。でその差がブレイズがどんな人物なのかを捉えづらくしているんじゃないかと明智は考えています。なるほど。ソニックラッシュでは先ほどのキャラ設定で解説したみたいな、炎を操る異世界の皇女、そしてソルエメラルドの守護者、普段は冷静に振る舞いながらもうちには抑えた感情があって頑固で意固地ともすれば不安定なブレイズが描かれたんですね。はいはい。一方新ソニでは、炎を操る能力こそそのままなんですが、異世界とか皇女とかソルエメラルドへの言及はなくてですね。あ、そうなんだ。厳密にはマニュアルにのみソルエメラルドの守護者って書いてあるんですけど、ゲーム本編にソルエメラルドって言及されないんですね。で崩壊した200年後で相棒のシルバーと共に戦う戦士として登場するんですね。未来の世界で登場します。ああ、なるほど。はい。で性格も頑固さとか不安定さっていうのは見えなくて、常に冷静で客観的に物事を見ている成熟した人物として描かれているように見えます。さっきの説明とちょっとやっぱばらつきがありますね。はい。そうなんですよね。でこの違いゆえに2作品のブレイズは別人なのではないか、またはこの2つはパラレルワールドなのではないかと、疑っているファンも多くてですね、この辺は本当に議論が絶えないです。で厄介なことにですね、この2つの作品におけるブレイズが同一人物なのかどうかというのは、おそらくなんですが意図的に明言が避けられています。はい、公式はここ堅くなに語らないんですね。そうなんだ。はい、現在も語られてないです。20年間語られてないですね。別人の可能性をずっと残し続けてる。残し続けてるんです。はい。でゲームの中でもブレイズはソニックのことを知っていそうだったり、ソニックラッシュとのつながりを匂わせている要素がありつつ、ソニックと初対面するときお互いノーリアクションだったりと、違和感はありまして、いやラッシュと同じなんだったらソニックと会ったとき何かしらあるでしょって思うんだけど、そういうのはないね。なるほど。ということで、違和感が多いです。はい。そんな状況なんですね。でちなみに明智の肌感覚にはなるんですが、新ソニのストーリーの方が、とりわけ最近シリーズファンになった人たちにも認知度は高いかなと思ってまして、ラッシュのストーリーを細かく覚えてる人ってもう比較的少ないのかなと。20年以上前で一色もされてないですから。あ、そうなんだ。はい。ちょっと少ないのかなと思っています。現状新ソニの冷静で頼れるブレイズの方が印象として強く持ってる人が多いのかなと。でラッシュ時代のもともと頑固で不安定だったブレイズっていう印象はもう馴染みのないものになりつつあるのかなと勝手に感じています。なるほどね。ここは分かんないですけどね、なんか全体的にそんな雰囲気なのかなと感じています。では現在のブレイズがどう描かれているかというと、設定上は異世界の皇女にしてソルエメラルドの守護者っていうラッシュ由来の要素を引き継いでますね。ただ性格はですね、新ソニの冷静で頼れる感じが強いです。で関係が深いキャラクターもですね、ラッシュの方で関わりを深めているソニック、クリーム、エミーといったキャラクターよりも、新ソニで相棒だったシルバーとの絡みが圧倒的に多くなってます。あ、そうなんだ。ブレイズといえば相棒シルバーっていう印象を持ってる方多いんじゃないですかね。これソニックラッシュではなくて新ソニで描かれた関係なんです、あくまで。なるほど。ソニックラッシュの時はむしろソニックとはクリームと仲が良かったんですね。ただそちらの関係は最近あまり描かれることはないです。でその2作それぞれを起源とする要素が溶け合って
もともとのその設定上は異世界だったり、公女だったり、守護者だったりするけれども、性格は冷静だったり、関係するキャラがシルバーが多くなっていたりと、シンソニー要素も入ってきていて、はいはい。どちらのブレイズも引き継いだものが現在のブレイズなんじゃないかというふうに見えます。なるほどね。はい、これはあくまで明智の感覚ですけどね。はい、そうなんじゃないかなと思います。なるほど。初登場のソニックラッシュと、その後に発売された新ソニ、この2つのブレイズ、これそれぞれが全然違ったブレイズに見えてたけど、今はそれらが溶け合ったブレイズのように見えるという感じなのかな。はい、なるほどな。で設定自体はラッシュのものが引き継がれているので異世界とか残ってるんですけど、はいはい、その異世界とかが重要だった性格の部分、頑固だったりとかっていうところはむしろ薄まっていて、その新ソニの冷静なブレイズが強くなってきているので、なんかこうちぐはぐというか、なんか異世界って何だったんだっけみたいな感じなんですよね。なんかちょっとそこが、ブレイズの分かりづらさとして明智の中ですごくわだかまってるんですね。なるほどな。はい。長くなったんですけれども、ソニックラッシュと新ソニ、ブレイズのルーツともいえる2つの作品ではブレイズの描かれ方が異なってました。それを踏まえた上で各作品のストーリーをこれから見ていった方が混乱少ないのではないかなと思って前もってお話しさせていただきました。なるほど、了解です。では、ようやくストーリー解説の中身に入っていきます。まずはブレイズの初登場作、ソニックラッシュから解説します。はい。ブレイズの原点であり、ブレイズの成長が描かれる最重要ストーリーになってますので、ここはかなりしっかりめに解説していきます。了解です。冒頭ですね、見知らぬ土地でブレイズが目覚めます。ブレイズ視点からスタート。はい。ソニック主人公、ブレイズ主人公、それぞれのストーリーがあるので、ブレイズストーリーの話ですね。なるほど。ソルエメラルドをエッグマンに奪い去られ、それを追いかけていたら白い光に包まれてここに迷い込んだということらしいですね。ブレイズがこんなこと言います。あのヒゲ親父、7つのソルエメラルドを奪っていくとは、ここはどこなんだ。異世界に飛ばされたとでも言うのか、ここポイントですね。ブレイズはソニックの世界に飛ばされたんですよ、実際に。ただそれはその時点では分かってないんですね。ただ異世界に飛ばされたとでも言うのかって言ったってことは、異世界を移動する力がソルエメラルドにあることを知ってたんじゃないかと。なるほど。いうことですね。見知らぬ土地にで目覚めただけだったらここはどこだでいいと思うんですよ。だけど異世界に飛ばされたって言ってるってことは、何かしらのその事前知識がないとその発想にはならなそうですよ。確かにね。はい。これは細かいツッコミですけど、なるほど。そんなところも伺えると。で何としても取り返す。でなければ私の世界はって出て、ソルエメラルドを失うことによってブレイズの世界はバランスが崩れてしまって、そのまま放置すると消滅してしまうらしいです。とんでもない代物だな、ソルエメラルド。世界の要みたいな状態になっているらしいですね。あてもなく探索をしている中、クリームに遭遇します。クリームと出会うんだ。はい。最初にクリームに出会いますね。で、クリームはブレイズを見かけて、お友達になりましょう。近づいてきます。で、ブレイズはあまり不用意に近寄るなと警戒してるわけですね。ただクリームはもうコミュニケーションお化けなので、家に招待します。そのまま家に招待？はい。すごい距離感。お家においでと。ブレイズはなされるがままにお家に連れてこられます。ありえん。初対面のものを家に入れるなど。もうブレイズは結構警戒しがちなんだね。はい。そうするとバニラがいるわけですね。お母さんだ。ママお友達を連れてきました。お母さんいます。でバニラも警戒心ゼロ。あらあらみたいな感じでね。で雰囲気に飲まれちゃったとか、ブレイズは素直に事情を説明したらしいですね。すごいな。するとクリームたちはソニックさんに相談してみたらどうでしょう。ソニックのことを言います。ただブレイズは無用だ。これは私の問題。自分で見つけ出す。って自分で解決しようとするんですね。そうなんだ。ただクリームはお友達は困ってたら助けなきゃいけないんです。で手伝うことを申し出ます。でバニラもクリームが言ってあげなさいよ。バニラからも押される感じで、道案内をしようということになるんですね。優しいね。でブレイズもこのウサギがいた方が何かと便利かもしれん。好きにしろ。でクリームと一緒に出かけていくと。まだ警戒心は解いてないけども、一応クリームと行動を共にすることに決めるということですね。なるほど。で2人は行く先々で、エッグマンと出会って戦うことでエメラルドを取り戻していきます。順調だね。順調に進んでいくんですね。でクリームは相変わらず緊張感なく散歩気分で案内を続けています。本当の強者の立ち回りなんだよな、それって。怖いもの知らずというか。そうね。何かあればチーズアタックで瞬殺できるからね。ブレイズはそんなこと知る由もないんですが。そうか。でブレイズは呆れてるんですね。やれまるで子守だ。緊張感がない。
この世界の人間たちのレベルが知れるな。わ言ってるわけ。下に見てるわけね。めちゃめちゃ上から目線ですね。うんまあ、しかし、あれのおかげで道に迷わずにいるのも事実。うんちょっとこうクリームのことはまあ大事にした方がいいかなみたいなことを思うんですが、うんまあ当たり前だ、そのために利用しているんだからな、うんあくまでも利用しているという立場を取るわけですね。なるほどな。まあ、クリームに心を開こうとしません。はいはいはい。警戒を怠らないブレイズ。うん。ただグイグイ来るクリームとうん。いうことですね。なるほどね。続いてエミーが登場します。お続いてはエミはい相変わらずソニックを探してるんですね。エミはソニックを探してる。はい。で、まあ、女性であるブレイズに、まあ、無駄に警戒心を見せますね。えソニック近づかないでくれる独占欲から感じでね。なるほどね。何お前みたいな感じなんですよね。で、まあ、クリームがエミのことをブレイズに紹介します。ソニックさんが大好きでいつも一生懸命ですが、たまに度が過ぎて周りが見えなくなっちゃうこともあるかなって感じです。的確だな紹介します。はいはいはで、エミ、クリーム、あんた、ちょっとそこ座んなさい。凄まれます。これそのまんまですかね、セリフ。はい、まあまあね明智が言ってるわけじゃないですかね。はい、本当にそういうセリフです。そこ座んなさいと。座んなさい。みたいな感じでやってます。で、まあ、二人を見て、うんブレイズは無駄なじゃれ合いだな。しかし、そう悪い気はしない。どういうことだ。なんか出れ始めてるちょっとこの雰囲気、なんか居心地悪くはないなという感じですね。言うなればガールズトークみたいな場ですもんね。そうですね。はい。まあ、ブレイズも言うてまだ14歳ですからね。なるほどそういうお年頃です。はいはい。で、まあ、それに対して感情がストレートに表に出すぎるな。そんなことは許されない。この私には。まあ、そのエミーのね、感情がストレートに出る姿を見て、まあ、そんなことは私には許されないとうん言ってます。ここのブレイズのセリフ、ちょっと気になりますよね。ほう。うん。で、エミーはソニックを追いかけて、パーッと行っちゃうんですけど、クうんリームが、さあ、エミーさんを追いかけますよ。エミーさんにはソニックさんレーダーがあるみたいですから。何そのレーダーで、まあ、ソニックに会えばなんかヒントもらえるみたいな感じで、ソニックを一応探しに行くんですね。はいはいクリームたちもで、エミーさんの行くところにはソニックさんがいるんですみたいなことをまあ言うわけですよ。おで、ブレイズはそれを聞いて、なんだそれはって言って、ちょっとこう、ほころぶんですね。おで、クレームが、あ、ブレイズさんが笑ってくれましたお喜びます。はいはいはい。何この私が戸惑うブレイズ。うん。嬉しいです行きましょう、ねまあ、クリームはすごく喜んでいる。はいはい。まあ、いつも気を張ってたブレイズがですね、思わず脱力した瞬間に、こう、自分でも驚くんですね。おなんか、あれなんだこの気持ちはみたいな。ほうほう。で、まあ、その後、クリームとのやりとりの中で、ブレイズは自然に笑みがこぼれることが増えていきます。うわ、なんか雪解けというか、はいここからこう徐々にブレイズのまあ本音というか、うんまあこうデレが見え始めてくるのかな。そうだね。おー楽しみだね。はい、ソフトクリームを食べると誰でもほころんじゃうよねなんて話をクリーム解説でしましたが、はいはいはい。ブレイズもやられてますね。なるほど、ほころび始めている。はいほうほでそうこうしているうちにソニックとテイルズとようやく出会いまう。す。おーよかった。ただですね、クリームを連れ去ったのがブレイズなんじゃないかということで、まあ、ソニックたち警戒してるんですね。あ、そうなんだ。はい、クリームがいなくなっちゃった。なんかブレイズに連れ回されてるらしいぞ。は感じで、まあ、ナックルズとかにそんなことを聞いてたのかな。あ。あ、そうなんだ確か。うん。で、それで警戒してます。うんうん。で、その頃になるとですね、ソルエメラルドとカオスエメラルドが同じ世界にある状態になっているので、うんうんソニックの世界にも時空の歪みが発生するなどの影響が出始めていまあ、す。そうなん。で、ソニックたちはその異変にブレイズが関係しているのではないかと疑っていたんですね。まあ、こはのブレイズが現れたことによって世界に異変が発生した。じゃあこいつが関与してるんじゃないかと。あ。なるほどということ。ですね。うんうん。ただブレイズ、まあ、聞く耳も持たずですね、お前たちには関係ない。私の世界の問題は私が解決する。手出しは無用。とあまりいろいろなことを説明しません。あでせっかくソニックたちと会ったのに、結局何も相談せずにまた去ってしまうんですね。あ、そうなんだ。はい。ただ、ブレイズとクリームは順調にエメラルドを取り戻していって、6つ目まで手に入れることができました。もう2人でツーマンセルでもう6つまではいエメラルド手に入れてる。手に入れてます。向かうとこ敵なしだな。そうですね。はあははい。それだけ優秀なコンビということですあなるね。ほどね。はい。で、エミーと再会します。うん。ソニックに会えたっていうことを聞かれて、うん奴の力を借りるまでもないということで、まあ、自力の解決にこだわっているブレイズを見て、うん。エミーはですね、あんたね、友達は頼ったっていいのよ、とたしなめます。ああ。エミー、ブレイズのことあんた呼びなんですよね。確かに。はい、これは意外ですよね。うんうん。はい。まあ、今はそんなことないんですけど、最初はこんな距離感だったんですね。へ一人でできないことだって、みんなでやればできる。一人でできることだって、みんなでやれば楽しいのよ。うわあ。これがエミーの教えですね。めっちゃいい。ねえ、まあ、みんなでやるっていうことの実用的なメリット。みんなでやればできるじゃんという実用的な話と、うん。みんなでやった方が楽しいよねっていう精神的なメリットをはいはい。語るというね。なるほどなこ。とでなかなか深いことを言ってますね。いいですね。はい。で、まあ、クリームも、そうです、ブレイズさん。私とブレイズさんは友達になりました。友達の友達は友達です。だからソニックさんもエミーさんもブレイズさんの友達です。と言ってます。コミュ力お化けだな。はいうん。まあまあ子供らしい発想ではありますけどね。うんでまあブレイズもそんなバカなことがあるかって言いながら、まあ、悪い気がしないなと、まあ、相変わらずちょっとほっこりしてるわけですね。なるほどね。まあ、そうこうしてるところにナッ
ックルズが襲来します。敵キャラみたいな書き方してる。実は少し前にですね、ブレイズとナックルズ遭遇してまして、何やってんだお前怪しいやつだなって襲いかけてきたナックルズを一周してたんですね。ブレイズにやられてたんです、ナックルズ。そうなんだ、ナックルズ。知らないところでやられてたんだ。知らないところでやられてたんですね。はい。で、そのナックルズが懲りもせずに来るわけですよ。で、そこをエミとかクリームとかわちゃわちゃやってたわけですよ。ちょっとほっこりしてたわけですよね。水を差したわけですよ、ナックルズは。で、エミはそれをすぐ差して、いつものことか。よし、ここは私が引き受けるわ。あんたたちは行きなさいという。姉さん。姉さんムーブですね。で、クリームも捕まっててくださいって言って、ブレイズを持ち上げて空を飛ぶんですけど、クリームが、待て、私は実は高いところは、って高いところ苦手をここで出してくるんですけど、危機を脱します。で、ブレイズはその空中でね、運んでもらってる時に、クリームにふとありがとう。お礼を言うんですね。ちゃんとお礼言った。驚くクリーム。いいんですよ、お礼なんて。私たち、友達じゃないですか。もう、仏やん。クリームが。すごいね。で、ブレイズはこういう気持ちは初めてだ。悪くないな。って噛み締めてるんですね。なるほどね。感情の変化に戸惑ってましたよね。このクリームとのやりとりで自分じゃないみたいな気持ちがみたいな。で、その変化に認めようとしてなかったです、最初は。気づかないふりをしているというか、なんだこれみたいな感じだったんですけど、ここでようやく受け入れようとしつつあるんですね。なるほど。はい。なんかいいですよね。確かにブレイズの心にも、内面性にも大きく影響を与えてくれてるクリームというですね。なるほどね。そして物語はクライマックスに向かっていきます。エッグマンの基地に行くんですけれども、そこでソニックとエッグマンではなくてですね、よく似た人物が戦っているところにブレイズが乱入します。そこにいたのはですね、エッグマンネガ。はい。新キャラ登場。この作品で初登場しているキャラクターなんですが、後の作品でエッグマンの子孫と明かされたキャラクターなんですね。ただ今作時点ではエッグマンとの関係は不明。ブレイズとネガってもともと知り合いみたいに描かれているので、この時点ではブレイズの世界におけるエッグマンなのじゃないか。と、考えられてました。ただ実は後の作品でエッグマンの子孫だと明かされたんですね。で、彼がこの事件の黒幕でした。エッグマンを手引きしてブレイズの世界からエメラルドを奪わせたのもネガだったんですね。で、あの世界がどうなろうと知ったことじゃありませんからねと、ちょっとねっとりした紳士的なね、口調をしていますね。そうなんだ。ネガの口調ね、それ。それに対してブレイズ、一言。殺す。物騒。そうなんだ。で、ソニック、おいおい、穏やかじゃないね。間違いないね。穏やかじゃないよね。ブレイズ結構こういう感じなんですよ。劇場が走るとこういうこと言うんですね。そうなんだ。はい。時代を感じます。はい。で、こいつは私の獲物だ。私の世界の問題は私が解決する。で、堅くなになってますね、やっぱり。この段階でもちょっと自分一人で頑張るぞっていう感じなんだ。感じなんですね。で、ソニックが落ち着けよ。とんがりすぎだぜ。と。とんがった頭で言うわけですね。確かにね。変な皮肉が効いてますけど。どうしても邪魔をするというのか。ならばって構えるブレイズ。この俺とやろうってのか。対峙する2人。それを見てるネガ。クククク。これはうまい展開になってきましたね。ソニックとブレイズがバトろうとしてるってこと？はい。ソニック VS ブレイズです。で、結構互角に戦うんですね。激闘を繰り広げ、お互いボロボロになっていきます。もうやめろ。こんなことにして何になる。やめようとするソニック。ブレイズはお前に何がわかると戦います。ソルエメラルドの守護者としての力、炎と共に生きる宿命、それがため私はいつも一人だった。私がやらなければならない。私しかいないんだ。ここでようやくブレイズがなぜこんなに一人にこだわるのか、ちょっと語られますね。でソニックはいい覚悟だ。だが背負い込みすぎは破裂するぜ。はい。ということでソニックらしいですよね。ブレイズが一人にこだわる理由の一端を除かせました。この炎と共に生きる宿命、で守護者としての力ですよね。このために私一人だったんだと。一人で過ごしてきたんだと。で、この力を持ってるのは私しかいないんだから私がやらなきゃいけないんだと。なるほどな。これが私の宿命なんだと。いうことで、ちょっと思い込みも入っちゃってるのかな。なるほどな。自分に背負わされた役目とか宿命とかを感じてるから、これまで一人で過ごしてきたし、これからも一人で解決していくぞという、ある種の覚悟を持って過ごしていたってことなのかな。そうですね。ソニックはその覚悟を認めます。いい覚悟だ。ただ、別の道の可能性に気づかせようとしているようにも見えるね。背負い込みすぎは破裂するぜ。で、この戦いはどうなっていくのかですよね。で、私がソルエメラルドを守らなければ、私しか、と戦いの中でどんどん傷ついていくブレイズですね。もうちょっとソニックの方がやっぱ優勢になっていきます。肩に力が入りすぎだぜ。だいぶ苦労してきたみたいだが、そんなに背伸びすることはない。ありのままでいいんだぜ。お兄ちゃん。と言います。ここちょっと主人公によってセリフが若干違いまして。そうなんだ。ソニックのストーリーだと、このありのままでいいんだぜって言うんですけど、ブレイズのストーリーだと、そんなに背伸びすることはない。一
一人で何でもかんでもやらなくたっていいんだぜっていうセリフになっています。これなんで違くしたのかよくわからないんですが、ちょっと意味合いが違います。これ後で解説しますね。はいはい。ただその主人公によってセリフが違うんですね、ここ。なるほど。だからどちらもすごい重要なセリフになっています。で、その戦いも、ブレイズがもう負けるかなとなった頃、クリームが心配して駆けつけてきます。ブレイズさん、ソニックさんやめてくださいみたいな感じになります。で、ブレイズは、そっか、そうだったな。友達なら頼ったっていいんだったな。そうさ、分かってるじゃないか。ようやくブレイズはソニックに頼ろうということになるんですね。なるほど。はい。で、この後の展開もソニック編とブレイズ編で若干結末が違くなってきます。で、どっちも重要なので、順番に解説しますね。まずソニック編では、ソニックが主人公の場合では、ブレイズはソニックとの戦いに敗れます。で、負傷していますね。で、ブレイズ、お前はもうここに残れと。怪我人は連れていけない。ここから俺が行くぜ。というふうに言っています。で、ブレイズは一旦しかし、とこを食い下がろうとするんだけど、いや、そうだな。信じてみるさ。信じることにして、ソニックに託し、で、ソニックが最後エッグマンをやっつけて、ソルエメラルドが無事に戻ると。なるほど。いう展開になります。一方、ブレイズ編ですね。ブレイズ編では、なぜかクリームがエッグマンにさらわれてしまいます。あら。はい。で、ブレイズ一人で来るように指示してくるんですね。で、テイルスは、テイルスもいるんですけど、これは罠だよ。一人でなんて言っちゃダメだと言うんだけど、気持ちは嬉しいが、友達だからこそ、私自身の手で助け出したいんだと、ブレイズはここでもクリームを自分で助けたいと言います。これちょっと意外な展開じゃないですか。確かにね。ね、ここまでありのままでいいんだぜ。一人で何でもやらなくていいんだぜ。頼ったっていいんだぜ。ということを学んできたブレイズなんですが、あえてですね、友達だからこそ、私自身の手で助け出したいんだと。ここでやっぱり自分で助けるってことにこだわるんですね。なるほど。じゃあそれに対してソニックがどう返したのか。分かったよ。クリームはブレイズに任せたぜ。送り出します。で、ブレイズはありがとうとお礼を言って戦いに行くんですね。で、テイルスがソニックこれでよかったのと聞くんですが、信じることだって友情さ。違うか。ということでソニックは信じるということで、また先を言ってますね、この男は。なるほどね。そっちのパターンも俺分かっちゃってんぜの。そういうことで。その目線ね。ここはね、すごく分かりづらいんですが、めちゃめちゃ重要で分厚い展開になっています、ここ。ちょっと説明します。分かりづらいかもしれないんですけど、なぜソニックはここでブレイズを信じようって言ったのか。そしてブレイズはなぜここでわざわざ一人で行こうとしたのかですね。ここ、正直、明智も当時プレイしていて違和感を感じてました。なんか、この段階でまだそういう結論なんだ。もうソニックと協力していけばいいじゃんって思ったんですけど、ここのポイントはですね、ブレイズの決意の中で、友達だからこそ私自身で助け出したいんだって言ったことなんですね。これは義務感とか使命感じゃなくて、自分の中から湧き上がる本音だったんですよ。友達だから助けたいっていう、言うなればエゴですよね。なるほど。でもそれはブレイズが自分で選んだ道なんですよね。そこにソニックはブレイズのありのままを見たんですよ。なるほど。ブレイズにありのままでいいんだぜと言ったソニック。そのありのままのブレイズの気持ちというのは自分で助けたい。なぜなら友達だからということだったんだね。なるほどね。そのソルエメラルドの守護者だとか、ソル公国の公女だとかっていう、その何々しなきゃとか何々でなきゃみたいな使命感とかじゃなくて、もっとプリミティブな、なんか助けるみたいなそのブレイズの本当にありのままの気持ちを汲み取ったから、ソニックはそれを尊重したっていうようなことなのかなということに見えますね。なるほどな。ただ一方ソニック編ではブレイズは素直に信じてみるさと言ってソニックに託しましたよね。ここ展開が違いますよね。ゲームの仕組み上ね、ソニックを操作していくわけですから、そういう展開にしたとも言えるんですが、こっちに関してはもうシンプルにブレイズが人を頼るということを学んだっていう風になっていますね。ここ若干ニュアンスが変わっています。なるほど。なんですが、これですね、先に描かれていたそのソニック編とブレイズ編によって若干セリフ違うんですよっていうメッセージありましたよね。あそこのメッセージ的に逆じゃないって思ってます。ちょっとこれ一応説明しますね。ソニック編ではソニックはブレイズにありのままでいいんだぜと言いました。その結果ブレイズはソニックに敗れ、ソニックを信じるということで人に頼るという結論になるんですね。一方ブレイズ編ではありのままでいいんだぜの代わりに一人で何でもかんでもやらなくたっていいんだぜと言います。でその結果ブレイズはですね、クリームを助けたいんだとありのままの自分を出して自分で助けに行くんですよね。これメッセージ逆じゃね？確かにね。なるほどなるほど。ソニック編の時に一人で何でもかんでもやらなくたっていいんだぜって言われていれば、よしじゃあ頼ろうっていう結論になるのは自然。
で、ありのままでいいんだぜって言われているんだったら、じゃあ私がクリームを助けるっていう本音を出すのが自然なんですが、これ逆になってるんですよね。言われてみたら確かにね。はい、ちょっとここは違和感はあるんですが、なるほど。どちらのメッセージもちゃんと意味があって、どちらのメッセージもブレイズの成長を描いているということは、分かっていただけたかなと思います。なるほどね。すいません、ちょっとややこしい説明になっちゃったんですが、すごくこのシーンは重要なシーンにはなっているので、どちらも丁寧に解説させていただきました。よくわかりました。はい。で、結果ですね、ブレイズはクリームを助け出します。これ、ブレイズ編のストーリーのラストですね。ブレイズはクリームを助けることができました。で、クリームは助けに来てくれてありがとうございます。と言うんですね。で、ブレイズ、水臭いことを言う。私たちは友達ですよね。そうだ。っていう、かつてクリームにブレイズがお礼を言った時に、クリームがいいんですよ、お礼なんて私たち友達じゃないですかって言ったことのアンサーになっているということで、素晴らしいシナリオ。なるほど。ここはもう泣けますよね。はい。もう気持ちが通じ合ったよということです。はい、これがもうソニックラッシュで描かれたブレイズの物語、ブレイズの成長の物語だったんですね。めちゃめちゃいいストーリーになってますね。なるほど。クリーム解説編でもこの話でちょっと触れたんですけど、今回ブレイズ編ということでかなり丁寧に語ったので、クリームすごく重要だったんだということも補足的に分かったんじゃないかなと思います。いや、さすがだな、クリームは。なるほどな。クリーム好きになっちゃいますよね、そんなね。間違いないね。はい。ちょっとおまけ的な感じにはなっちゃうんですけど、ソニックとブレイズのストーリーそれぞれクリアした後に真のラストエピソードが解放されます。でそちらのストーリーについてもちょっと解説するんですが、ここソニックアドベンチャーのラストエピソードのちょっとオマージュも入ってまして、ソニックアドベンチャーのラストでソニックがカオスエメラルドの力の本当の使い方みたいな、スーパーソニックになるみたいなシーンとほぼ同じ展開になりますね。ブレイズがみんなを思い、みんながブレイズを思う。この心が本当の力を引き出してくれるんだ。本当の感情を知ったブレイズがソルエメラルドの本当の使い手として覚醒して、バーニングブレイズに初めて変身します。で、ソニックと協力してダブルエッグマンを退けるんですね。で、ブレイズは無事に元の世界に帰っていきます。よかった。で、最初はかなり気難しい性格をしてたブレイズなんですが、エンディングのシーンでこんなことを言います。幼少の頃から備わる炎の力、ソルエメラルドを守る公女としての使命、それがため人を遠ざけ自分の世界に閉じこもることもあった。使命の重さと責任に押しつぶされそうになる時も、と語ります。初めて自分の過去をちょっと語るんですよね。人を遠ざけたり他人を頼らなくなったっていうことは、この炎の力、そして公女の使命に由来をしていたということですね。で、ブレイズは真面目でストイックな気質ゆえに、使命と責任を何とか引き受けようと努力はしたんですが、そのプレッシャーに押しつぶされそうになってたんだと。で、それを救ったのがソニックのありのままでいいんだぜという言葉だったり、クリームやエミーとの友情、人は頼っていいよ、友達は頼っていいよという、心だったんですね。なんか、アナ雪みたいな話ですよね。そうだよね。ありのままでいいんだ。そうなんだよね。なるほど。アナ雪よりだいぶ前にやってたんだね。確かにそうか。こっちの方が先だ。そうですね。なるほどね。確かにな。これはもうブレイズと炎の工場。間違いないね。ありのままのっていうストーリーでした。なるほどな。で、この最後のシーン、もうちょっとシーンがありまして、元の世界に帰ってしまうので、クリームはちょっと寂しくて泣いちゃうんですよ。で、ブレイズは元の世界に帰るんだ。これが自然なことなんだ。私はもともと元の世界の住人だからな。と言って、黙って去っていこうとするんですけど、ソニックが何やら耳打ちをします。で、ブレイズが、はっとなって、ソニックがグッとグーサインをして、別れます。何？なんか意味深なシーンなんですが、これ何だったのかっていうのは一番最後の最後に明かされます。というのはですね、エッグマンたちはカオスエメラルドとソルエメラルドの力を使って世界を崩壊させようとしていました。ただですね、ソニックがカオスエメラルドを全て持っていることによって、ソニックの世界はバランスが保たれてたんですよ。ただソニックはエメラルドを持っていたら世界のバランスを保てるんだから、ブレイズもソルエメラルドを持っていればブレイズの世界のバランスを保てるんですよ。なので、ブレイズがソルエメラルドを持っている限り、俺たちがもしまた出会っても世界は崩壊しないってことだよなってソニックは言ったんですね。どういうことかというと、また会えるよなっていうメッセージなんだよ。イコール。もともとこの物語っていうのは、ソニックとブレイズが出会ったことによって世界が崩壊の危機になってしまったということだったんだが、この冒険を経てブレイズはソルエメラルドの使い手としてソニックと同じレベルまで成長し、ソルエメラルドの暴走を抑えられるようになった。だからこの事件はもう二度と起きないよな、お前が一切すれば、じゃあまた会おうぜというソニックのめちゃめちゃ遠回しな、See you next time だったんですね。それを耳打ちで伝えたわけだ。なるほどね。で、ソニックはそれをクリームにも伝えて、クリームが
希望に笑顔を見せてジエンドですね。うわ最高、ソニックラッシュ。そういう物語でした。はいはいはい。本当にじゃあブレイズの成長物語としてこう一気通過描かれてるわけだ。そうなんですよね。なるほどな。いやかなり読み取るのが難しいと思います。ソニックラッシュは 2D の携帯機作品ではあるので、結構ストーリー濃厚に喋りましたけど、ストーリーはまあ正直ちょろっとしか描かれないんですよ。なので、こんなに細かく見ていくとすごくブレイズを丁寧に描いているし、ソニックやクリームやエミーといったキャラクターもめちゃめちゃしっかり描かれていたストーリーだということが分かりましたね。なるほどな。はい、この出来事が本当にもうブレイズの核になっていると思います。はいはいはい。もともとは一人で背負い込んだり誰も頼らないと言ってたブレイズが友達を頼るようになりました。もうこれは頼るっていうのは弱さじゃなくて、精神がつながってるよね、思う心って強いよねっていうふうに、考え方を変えていくんですよね。もともと自分をこう抑え込んでいた使命のためにこうでなきゃって言ってたブレイズが、ありのままでいいんだぜって聞いて、自分の喜びとか怒りとか恐れとか、こうしたいっていう願いとか、人間としての感情をさらけ出すようになりましたよね。でもこの本音でぶつかるってことがこう本当のつながりを生むよね、で思い合えるよね。それって結局思う力の強さだよね。どっちも同じことなんですよね。人を思う心って強いじゃんということを学んでいくわけですね。なるほどな。補足になるんですけど、ブレイズは過去について語る場面って少ないです。具体的なエピソードも明らかになってません。ただ公式のキャラ解説がその後もちょこちょこ出たりするんですけど、ここから読み解くこととしては、公女っていう高貴な立場で巨大な炎の力を持ってます。で実際、ブレイズはそれによって一人だったと言ってましたが、実際にですね周囲から敬意と同時にですね畏怖を持って接されることが当たり前だったんですね。怖がられたりもしたってことかな。そうですね。公女っていうこう立場ですから、こう近寄りがたいっていうのもあったでしょうし、炎の力を幼い頃はうまく扱うことができなくて、人を傷つけてしまうことがあったのか、そういうふうに思っていたのかわからないんですが、それによって恐れられてしまっていたと。なるほど。いうことだったんですね。だから幼い頃から親しい友人を持つことはありませんでした。で他人に簡単には心を開かなくなったということが一応公式で語られています。そういうバックボーンだったのか。さらにですね、ブレイズのコンセプト段階では、ブレイズは炎の力を隠すためにですねマントを羽織っているというアイデアもあったみたいです。なるほど。ただこれはもう実際には使われなかったんですが、最近ですね IDW コミックの方でブレイズがこのマントを羽織っている過去回想シーンが出ました。で自分の炎の力を呪いだったり他者を遠ざける危険な力なんだって認識していたことも明かされたんですね。IDW でめちゃめちゃ最近明かされました。そうなんだ。ブレイズがどういうふうに自分の炎の力を持っていたのかっていうのをちゃんと明かして、でコンセプト段階で一旦こうお蔵入りになっていたマントも羽織ってたんですね。ただブレイズはエミーたちとの冒険、クリームたちとの冒険を経て、この炎の力っていうのは弱きを守り悪を払い自身を強くするギフトだったんだと。呪いじゃなくて贈り物だったんだということをソニックたちに教えてもらったんだということも語ってるんですね。なるほど。ブレイズは自分の中でこの炎の力っていう意味もアップデートしていくっていうのが IDW の方でちゃんと描かれていってます。ブレイズの成長はちゃんと続いているよということですね。うわいいね。人を傷つける危険な力だと思っていたのを人を守れるこうギフトだというふうに自分の中でも認識がアップデートされていったんだ。そうですね。なるほどな。未だにブレイズはそのラッシュでの冒険の続きの成長過程にあるということですね。ということで、長々語りましたが、ソニックラッシュのストーリー解説は以上となります。ありがとうございます。続いては新ソニのストーリーを解説します。新ソニ。あくまで主人公はシルバーなんで、ブレイズが絡む内容をダイジェスト形式で解説していきます。了解です。さっきも言ったように新ソニのブレイズは炎を操る未来世界の戦士として登場します。未来世界の戦士なんですね。200年後の未来世界が舞台になるんですけれども、そこでは炎の最悪と呼ばれている魔人イブリースにて滅びかけた世界になってますね。ちょっとこの辺は細かい解説は省いちゃうんですけれども、ブレイズがどういう立ち回りをするかだけにちょっとスポットを当てますね。了解です。でブレイズはシルバーと共にイブリースを倒して回るんですが、イブリースって何度でも蘇ってしまうので、果てしなく続く戦いに疲弊し絶望していきます。そんな中メフィレスという人物が2人のもとに現れます。そのメフィレスの導きによって過去にタイムスリップし、イブリース出現の鍵となった人物イブリーストリガーを倒すことによって
って未来は救われるほう。という話になります。大元を叩こうってことなのかな。ね。じゃあ、イブリストリガーを探さなきゃというのが、新ソニのシルバーストーリーの大筋です。なるほど。シルバーはイブリストリガーを殺して未来を救うんだと息巻いていたんですが、このメフィレスが言ってたイブリストリガーっていうのが、どうやらソニックのことなんですね。ソニックがイブリース出現の鍵になってたってこと？ということらしいです。メフィレス曰く。ほう。で、シルバーは、こいつが、つって、怒りメラメラ。はいはいはい。ブレイズは、みたいな感じなんですけど。あ、そうなんだ。はい、キョトンとしてんのね。キョトンとしてるんですけど、まあそれでイブリストリガーを探し出して、こいつをぶっ殺せば未来を救えるぞと、シルバーは息巻いています。なるほどな。ただですね、なかなか見つからないんですね。ひょんなことから、エミーと友人になります、シルバーがですね。はい、エミーと親しくなってですね。その後、シルバーはようやくソニックを見つけます。はいはいはい。でソニックをあわや倒すかというところまで追い詰めるんですが、エミーがですね、何やってるよシルバーって、その身を挺してソニックを救おうとします。はいはいはい。そこをどいてくれエミー、絶対嫌っていうシーンがあるんです。ああ、そうなんだ。はいはい。まあそのエミーの必死な姿を見てですね、シルバーはちょっと決意を揺らがせます。で、こう一人で黄昏れているんですね。で、そこにブレイズがやってきます。こんなところにいたのかシルバー。で、シルバーはですね、誰かを殺して世界を救う。それって正しいことなのかな、悩んでいます。はいはい。それに対してブレイズが一言、青いな。なんか達観してんな。青いな。シルバーに対して青いな。いや、銀色なんですけど、色味の話じゃねえよ。そういう話じゃない。はい、すいませんでした。はい。まあ、青いなと一言言います。でその後ですね、正しいとか間違っているとか、それは私にもわからない。ただ、確かなのは、この機会を逃せば、未来世界は救われないままということだ。まあ、現実を見てるというか、リアリストなブレイズが描かれますね。で、シルバーもちょっとこう、うなずくみたいなんですけど、まあ、ブレイズ、ちょっとなんか達観してますよね。まあ確かに。で、その後もですね、シルバーと一緒に行動していくんですが、自分の意思を主張しすぎにですね、シルバーのバックアップに徹しているように見えます。あ、そうなんだ。はい。でも最終的に、黒幕はメフィレスでした。お前じゃねえか。そうなのかよ。はい。というわけで、それが判明しまして、シルバーはソニックと和解します。よかった。はい。で、メフィレスに関しては、シャドウが因縁をつけられてまして、シャドウ編の方でメフィレスと戦うことになります。あ、そうなんだ。はい。で、シルバーの方はですね、未来に戻って、イブリースまだいますから、まあ、イブリストリガーとかいろいろ言ってたけど、もうこの未来でちゃんと俺が決着をつけてやるということで、結局まあ、スタート位置に戻ったような感じにはなるんですが、未来の世界でイブリースと決着をつけるということでいきます。なるほど。で、シルバーは一応秘策があったんですね。その秘策というのが、シルバーの中にイブリースを封印するということなんです。自分の身にってこと？はい。自分の身にイブリースを封印する。これは過去に新ソニの世界の、ソレアナ国というところがあるんですが、そのソレアナ国の王女、エリスという王女様ですね。皇女ですね。で、このエリスがイブリースを封印したことがあったんですよ。自分の中にね。というのを知ったので、シルバーは、じゃあこれ俺にもできるかもしれねえ。ということで、自分の中にイブリースを封印すれば解決するかも。ということで行くんですね。はいはい。ただその作戦は失敗に終わります。あ、そうなの？うまくいかないんですね。すると、横で見てたブレイズが、また横で見てる。私が変わろうって。封印の人柱になることを買って出て、異次元へとイブリースごと封印しろとシルバーに頼みます。捨て身すぎるだろ。はい。シルバーも戸惑いながら、そんなことできるわけないだろ。そうだよな。あんたは俺の仲間じゃないか。だけど、ブレイズは世界を救う覚悟があるのなら、犠牲をいとうな。ガン決まってますね。なんか、すごいな、覚悟が。はい。もう世界を救うためには、このぐらいの犠牲はいとうなと。そうだね。自分の身を犠牲にしようとするんですね。すごいね、ブレイズ。ただ、シルバーはなかなかその決心がつかず、時間だけが過ぎていく。そんな姿を見て、ブレイズは、やはり青いな。でも、お前のそういう青さ、嫌いじゃない。めちゃめちゃ奪還してる。言い残して、結局自分の力でイブリースを封印して、ブレイズが自分の力で異次元へと消えていきました。ブレイズが全部解決したってこと？ブレイズが全部やってくれました。怒涛の展開じゃない？すごいね。はい、シルバーが、ブレイズーと言って終了です。衝撃のラスト。衝撃だよ。はい。ちょっとね、だいぶはしょってるので、ここだけ聞くと、分かりづらい部分もあると思います、正直。でも、まあ、起きたことをありのままに話すぜっていう感じなんだけど、はい、結構そのまま喋ってるんですけどね。はい。というわけで、まあ、終わるんですね。すごい展開ですね、シルバー編は。まあ、とりあえずですね、本作のブレイズは、だいぶ性格が違うなという印象は伝わったかなと思います。まあ、さっきの話を聞くと余計そう感じるよね。そうですよね。なんか内面の葛藤とか全然なくて、む
むしろ悩んで葛藤したりするシルバーに青いなみたいな、こうちょっと達観して物言うみたいな雰囲気に見えましたよね。ね、かつてソニックが破裂するぜみたいな感じの確かに、ね、ムーブに見えますよね。同じ匂いすんな。はい、でブレイズはまあ当時設定上はシルバーと同年齢で14歳ってことだったんですが、まあ、めちゃめちゃ達観して大人びてまして、まあ、シルバーに先輩風を吹かせまくり、まあ、彼を弟のように扱っているようにさえ見えるということでね、まあ、一貫して落ち着いているし、まあ、ラッシュでの未熟さとの差が際立つなと。そうですね。で、まあ、これゆえに別人説が囁かれたりもしたわけですね。なるほど。ただですね、使命への信念だったりとか、ストイックな感じっていうのはやっぱ共通しているように見えますので、まあ、ラッシュの出来事を経て成長したブレイズの姿と見ることもできるかなと。そう見ようと思えばね。なるほどね。まあ、ラッシュの出来事で人格的に磨かれたブレイズが真相にでも活躍してるんじゃないかと見ることもできる。できますよね。あとはまあブレイズがやっぱシルバーを導くような動きをしながらも、まあ、常にシルバーに選択を促しているところもポイントですよね。こうしろああしろとは言わずに、こうじゃないか、愛じゃないか、青いなでも嫌いじゃないみたいな、まあ、否定はしないで選択を促すということで、まあ、ブレイズはブレイズなりに世界を救うためには犠牲を厭わないとかっていう覚悟を示してはいるんですけど、まあ、シルバーの選択だったりこう理想的なねちょっと甘いところとかっていうのを否定しないと、で異なるあり方だなということで尊重しているようにも見えます。これはもう、まあ、何度も言いますけど、まあ、ラッシュでソニックがブレイズにしてたということと同じに見えますよね。まあ確かにね。まあ、ラッシュでソニックから学んだことを今度はブレイズが自分なりのやり方でシルバーに引き継ごうとしているようにも明智には見えます。なるほどな。ラッシュでソニックがブレイズにこう人に頼ったっていいんだぜとこう伝えながらも、ブレイズの友達だからこそクリムを助けたいっていう選択を信じたんだよね。信じたっていう、あの役割にこう似てるというか、その立ち回りにブレイズとシルバーの関係性が落とし込まれてるんじゃないかっていうことですよね。まあ見ようと思えば見えるなと思います。まあこのブレイズがラッシュのブレイズと同一人物なのかっていうのは、まあ繰り返しますが不明なので、まあこのブレイズが成長したブレイズなんじゃないかっていうのもあくまで推測ですね。ただまあ仮に同一人物だとしたら、なんでブレイズは200年後、それもソニックの世界の未来ですからね。ブレイズの世界の未来じゃないですからね。でここにいたのかなっていうところは説明不足ですし、まあ、不自然な点は多いですよね。なるほど。でさらに厄介なんですが、新ソニの出来事というのはですね、公式設定上ソニックの世界の歴史から消えてなくなりました。そうなんだ。この出来事自体が存在しなかったことになっているんですね。まあちょっと物語の展開上時系列がリセットされるみたいなことが起きます。だからこの作品におけるシルバーとブレイズの出会いだったり、この絆だったり、まあ、ブレイズが異次元に最終的に封印されたねっていう事実はなかったことになっているんですね。なるほど。はい。これが事態をめちゃめちゃややこしくしています。めちゃくちゃ。勘弁してくれ。はい。なるほど。悲痛な声が聞こえたね。ということなんですが、まあ、とにかく新ソニのストーリーではところどころラッシュとのつながりは見えるものの、基本的には性格や設定の異なるブレイズが描かれてましたね。なるほど。で、特筆すべきポイントはやっぱシルバーとの絆。ここが描かれたことがでかいです。まあ、物語上なかったことになったんで、まあ、この関係で厳密には今作限りのものだっていうことになるんですが、やっぱりあまりにもそのやり取りっていうのが皆さんの心に残ったんでしょうね。今後もシルバーとブレイズの関係というのは描かれ続けていきます。そうなんだ。ということでした。なるほど。はい、以上が新ソニのストーリーの解説です。はい、いただきました。ラッシュと新ソニのストーリーについて語ってきました。最低限この2作のストーリーを押さえておけば、ブレイズの理解度はかなり高まっていると思います。ですが、せっかくなので、ここからはさらに詳しく知りたい人向けに、その後の作品で描かれたブレイズのストーリーについてもポイントを絞りながら解説しようと思います。はい、お願いします。まずは、ラッシュの続編、ラッシュアドベンチャーですね。今度はソニックとテイルスがブレイズの世界に迷い込みます。で、元の世界に帰る方法を探しつつ、海賊に盗まれた国の宝、宝玉の杖を取り戻す手伝いをするというのが物語の大筋ですね。なるほど。結構主人公はソニックです。ブレイズもダブル主人公としているんですけど、かなり物語の中心はソニックで進んでいきますね。でソニックたちと協力することを素直に快諾するなど、まあ、だいぶ角が取れて丸くなったかなという感じはしますね。前作でだいぶ仲良くなってますもんね。そうですね。まあ、前作と違ってブレイズにとってはもうホームグラウンドというか、自分の世界だし、まあ、差し迫った危機がないからちょっとこう余裕もあるのかなと思いますけど、なるほどな。まあまあソニックと協力するよみたいな感じです。で今作のブレイズにとっての注目ポイントっていうのは、実際に公女ソルエメラルドの守護者として仕事するブレイズが見れることですね。そうなんだ。はい、まあ、自分の国ですから、公女としての仕事だったり、まあ、ソルエメラルドの守護者としてはこういうことしてるんだみたいなことがまあちょろちょろ描かれます。で結構その世界のその古代の歴史だったりとか文化にもまあまあ詳しいらしいですね。その知識がまあいろいろ役に立ったりします。
あと前作ラッシュでソニックから学びを得たブレイズが、彼女らしくそのありのままを実践する姿が見られるなと思ってますね。ここはちょっとマニアックな視点にはなるんですけど、解説していこうと思います。ソニックラッシュアドベンチャーには冒険に憧れるアライグマの少女マリンというキャラクターが出ています。関西弁の元気な女の子なんですね。で、ソニックたちと行動を共にするんですけれども、ちょっとなんか遊び半分というか、本人は真剣なのかもしれないですけど、なんか緊張感がないんですよね。で、危なっかしいなということで、ブレイズはそれをよく思ってませんでした。で、ブレイズはマリンを危険から遠ざけようとしているわけですね。優しさもあるわけですよ。で、遠ざけようとして仲間から外れろと言ったりするんですけど、マリンは食い下がります。なんでやねん、うちも冒険したいんやみたいな感じで、客を持ってね食い下がります。でブレイズもそれに負けてですね、勝手な行動はしないと約束してくれるかと言って、条件付きで譲歩する懐の広さを見せたりします。なんかここ成長感じますね。なんかこれまでのブレイズだったらもう現実主義だから、絶対についてくるなよと、こうマリンを抑え込もうとしそうなもんですけど、ある程度譲歩する懐の広さ、こういったものもこう備えつつあるという感じなんですかね。ただですね、だんだんとやはり戦いは激しくなっていきます。で、最後の戦いだ、これでもう海賊の親玉と戦うぞみたいな地点に来ます。で、ソニックたちとも相談の上でやっぱりマリンは置いていこうと。さすがに今回はマリンは置いてった方がいいよねということで、ソニック、テイルス、ブレイズで相談して決めます。マリンは冗談きついでこうちょっと絶望するんですね。でも食い下がりますマリン。ブレイズはですね、もうそこでしびれを切らして、率直に言おう、今のお前では足手まといなんだ。ズバリと。足手まといなんだ。足手まといなんだ。エコーするよね。ということでですね、マリン絶望ですね。しょうがないか。ブレイズはやっぱりブレイズらしいというか、任務に忠実だからこそ、ここで折れてたらもう本末転倒というか、ブレイズは本音でマリンに伝えたわけですね。言うなればありのままだったわけだね。そうだね。テイルスは言い過ぎだったんじゃないのと心配するんだけど、ソニックはやっぱり咎めないですね。マリンも分かってくれるさとだけ言うわけですね。なるほど、ソニック先生。ソニックもね、実際マリンとかそのクリームとか、戦う能力を持っていない仲間に関してはやっぱり安全にいてほしいって思いはあるみたいで、クリームに対してもクリームにはクリームの戦い方があるんだぜみたいな感じでこう諭したりしますから、全然自然なシーンですよね、ここ。なるほどなるほど。ただマリンこっそりついてきてましたね。よくないかも。そして海賊に捕まってしまいます。やってしまいましたね。でブレイズもちょっと怒りながらも、助けるしかないから助けに行くんですね。でそれはなんだかんだあって海賊をやっつけることに成功するんですが、よかった。宝玉の杖を取り戻したかったわけなんですけども、宝玉の杖見失ってしまいます。そうなの？どこ行っちゃったんだ、あれがないと意味ないのに、と言っていたらですね、マリンが持っていたんですね。ファインプレー。海賊の隙をついて宝玉の杖を取り戻してました。なるほど。やったで、だけどそれは、お手柄だねみたいな感じになるんだけど、だから無茶はするなよと、結局ブレイズには怒られちゃいます。そうか。でもブレイズも感謝してるんですね。助かったと。無茶な真似はするなよと誘します。でマリンも、結局自分の未熟さを認めて、このままではあかん、うちが立派な船長になるんやつって、ちょっとなんか船出をしたいみたいなんですけど、そうなんだ。成長を誓っていくという感じで、ラッシュアドベンチャー終わっていきます。なるほど。優しくも不器用なブレイズは、まだ未熟さをにじませながらも、彼女の行動が結果的にマリンを成長させることにつながったりと、ブレイズはブレイズなりにこううまくやっていくという感じですよね。なるほどね。人に頼ったりありのまま伝えたりっていう、前作のソニックからの教えをこう、言うなれば応用編としてこう見せつつあるラッシュアドベンチャーってことだ。そうだね。なるほどな。でラッシュアドベンチャーの方もラストエピソードがあります。一旦のエンディングを迎えるんですけれども、海賊の裏ではそうでしょうね、ダブルエッグマンが暗躍していました。出ました。ネガからなんか煽られるんですね。そうなの？ブレイズが、あんたのおかげで助かったみたいなことを言われて、潰す。また物騒。相変わらず物騒ワードで熱くなる姿を見せてくれます。ここは変わってなかったんですね。でソニックがそれを見て、お前が冷静さを失ってどうする、この世界のみんなが安心して暮らせるようにするのは誰なんだ、と珍しく冷静に諭します。確かにな。でブレイズが冷静さを取り戻して、そうだ、それは公女である私の使命、それが私の誇り、と冷静さを取り戻します。ここもちょっとポイントですね。ブレイズはかつて重荷に感じてた使命から逃げるとかではなくて、誇りとして引き受けることを選んだということがここで分かります。ブレイズがこの使命を誇りだっていう風に明言するのはここが初めてなんですね。なるほどね。前作とか言うなれば公女としての宿命とかを
縛りに感じてたというか、自分の中のプレッシャーとしてこうネガティブな側面に受け取っていたけども、誇りというなんか一つポジティブな気持ちとしてこう認識できるようになってるっていうことが示唆されてるのかな。そうだね。なるほどな。だからまあラッシュの時点ではクリームとかっていうその特定の親しい友人のためにみたいな、ちょっとなんだミクロな視点での頑張りだったんだけど、この誰かを守るっていうのは私の誇りなんだと、もっとちょっと広い視点でその使命を受け止めているというか、自分の生き方をまあ選んでいることがなんとなく分かるということで、まあ、ソニックみたいにね何者にも縛られない自由っていうのもありますが、まあ、ブレイズは自分の使命をこう自覚してそこに全力で向き合うっていうことを自分で選択しているんですね。まあ、これもまた自由だから、まあ、ソニックはそれを尊重するんですよね。なるほど。はい、これが誰かに言われてやってるとかだったら、ソニックはおいおいって言うんですけど、これ何も言わないということはもうソニックは認めているということですね。なるほど。はい、自分とは違うけどあいつなりの自由だよなということでしょう。でソニックとブレイズはダブルエッグマンを退けて世界に平和が戻ります。でソニックたちも無事に元の世界へ帰っていくということで、まあ、ラッシュアドベンチャーが完璧に終わります。ああ、よかった。はい。あとはちょっとした余談にはなるんですが、ブレイズの世界にヤシの実団っていう、コアラのなんか自警団みたいなのが出てくるんですね。まあ、マリンもその自警団と親しくて、まあ、いろんなキャラクターが出てくるんですが、その中にガードンっていう名前の衛兵みたいのがいます。こいつはですね、その他のヤシの実団は結構思い思いにいろんな世界でなんか野良くらい暮らしてるんですけど、ガードンはですね、もうブレイズお付きのものみたいな感じで、もう専属のこの衛兵みたいな感じでいまして、ソニックピクトとかでもよく描かれているコアラはガードンなんですね。あ、そうなんだ。はい。でそのガードンからブレイズは公女と呼ばれます。ただですね、そこでブレイズがその名前で呼ぶなと言ってるだろうとたしなめて、ブレイズ様ってこう言い直させるシーンが描かれます。なんか不思議なシーンなんですけど、まあまあこれはその進化であっても、まあ、壁を作らないようにっていう、まあ、ブレイズなりの配慮なのかなとか、なんかもうやっぱり今まで公女扱いされてプレッシャー感じてたから、まあ、公女じゃなくてブレイズって呼んでよみたいな、なんかもう自分としてね、要はその肩書きじゃなくて一人の人間として扱ってよみたいなことなのかなとちょっと思いますけどね。なるほど。まあ公女って呼ばれるのが嫌いなんだなみたいなちょっとしたシーンも描かれています。あとガードンね。ブレイズのこの衛兵ガードンっていうのがいるので、これもちょっと覚えておいてください。なるほど。はい。まあ、以上がソニックラッシュアドベンチャーの物語になるんですが、このラッシュアドベンチャーを最後に2025年現在に至るまでブレイズがメインで活躍する物語は描かれてません。あ、そうなんだ。はい。まあ、ソニックチャンネルの企画壁紙カバーストーリーにて、一応この直接の続きだと思われる物語が描かれたんですね。壁紙カバーストーリーでこれやるのっていうぐらい直接の続編だったんですが、まあ、あくまでも外伝的な扱いだと思います。はい。まあそんなところで描かれたりもしてましたが、まあ、基本的には舞台として異世界が出てくることってなくなるんですね。ソニックピクトでちょっと描かれてるかなぐらいです。なるほど。はい。ブレイズはどういう風にその後の作品に関わっているのかというと、まあ、シルバーとペアで登場する機会が増えます。気の合う仲間、相棒みたいな関係なんですね。なるほど。まあ、新ソニの出来事はなかったことになってますから、2人はどこで出会ったのかというと、ソニックカラーズの DS 版で最初に出会います。これトリッキーですね。確かにカラーズって確かコンシューマー版もありますよね。はい。で、最近リマスターされたカラーズアルティメットもそのコンシューマー版をベースにしているので、その DS 版の物語って結構見ることが難しいんですけれども、このカラーズ DS はおまけとしてサブシナリオみたいなのが用意されていて、その中でシルバーとブレイズは初めて出会うんです。これが生死に組み込まれています。なるほど。はい。まあ、たまたま同じ場所に居合わせた2人、まあ、エッグマンロボを倒していきます。で、まあ、シルバーはやるなみたいな感じになるんだけど、待て、私はただ自分の身を守っただけに過ぎない。こうなんかちょっとツンツンしてるブレイズなんですね。で、まあ、シルバーもシルバーで、まあ、俺も一人でできたけどな、みたいな感じで、まあ、お互いなんか一人で十分だったけどな、みたいな感じなんですよ。なるほど。それを見てたテイルスとソニック。息がぴったり合ってたぜ、二人とも。みたいな感じで、まあ、ソニックがいます。で、ブレイズが、言われてみれば確かに戦いやすかったかもしれないな。そうだな、なぜかあんたとは初めて組んだ気がしないぜ。で、テイルスが、へえ、もしかしたら二人はどこかで一緒に戦っていたのかな。なんだか不思議な感じだね。おい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 。はい。匂わせちゃってんじゃん。匂わせですね。新ソニとのつながりが匂わせられています。はい。匂わせだけなんですけどね。あ、なるほど。はい。まあ、その後も二人はチームソニックレーシングでもチームを組んでいまして、まあ、気が合うなということを確認しながら仲良くなっていきます。まあ、チームソニックレーシングでも本当に知り合いみたいに描かれているので、これもあるのでカラーズ DS で出会ってたよねっていうことも分かるんですよね。はい。
ちなみにこういった作品でブレイズなんでソニックの世界にいるのということに関してなんですが、うんまあ、ソルエメラルドの導きによってソニックの世界を訪れたりだとか、レースゲームに関しては主催者のドドンパの不思議な力によって呼ばれているということで、めちゃくちゃっすよ。何でもありだなと。はいはい。はい、ソルエメラルドなくてもドドンパは自力でブレイズを呼べちゃうということあいつですね。何者なんだよ。はい、まあ、そんな感じで出てきています。なるほど。はい、でゲーム作品の時系列としてはチームソニックレーシングの続きにソニックフォースがあるんですが、ソニックフォースにはブレイズ未出演ですので、そうなんだ。最新作のソニックレーシングクロスワールドがブレイズにとっては最も新しい時系列の作品になります。なるほど。はい、しかしですね、実はチームソニックレーシングとクロスワールドの間にあたる物語が IDW のアメコミで描かれています。ほう、アメコミで。はい。IDW コミックのブレイズは、ラッシュ由来になる異世界の公女としての活躍と、シンソニ由来になるシルバーのメンター的な活躍、この両方の要素がバランスよく描かれているということが特徴ですね。ああ、ここでまさに溶け合いが行われ始めてるってことなのかな。溶け合いの最前線は IDW コミックで描かれていまして、なるほど。 IDW コミックはもうほぼ精神の扱いにはなっていますので、実際クロスワールドのブレイズのセリフの中にもちょっと IDW コミックの要素が含まれていたりするようですね。へえ。はい。でその IDW コミックの方で近年になってブレイズ自身の成長を描くような展開も見られるようになりました。さっきのマントのシーンとか、炎の力は呪いだがギフトなんだみたいなことも描かれてきましたよね。これはめちゃめちゃ重要なストーリーなんですよ。はい。これが最近描かれ始めたということで、せっかくなのでここも紹介しようと思います。お願いします。ブレイズはですね、海賊の残党を殲滅することに成功しました。でマリンも協力してたんですね。でやっと休めるでと喜んでいます。ラッシュアドベンチャーの続きの話みたいな。ということになりますね。なるほど。もう本当に直接の続きですね。はい。でブレイズはそれでも気を張り続けていました。なんかちょっと物憂げなんですね。でマリンはなんでそんな神気臭い顔してんのやと。あんたこそ休むべきなんじゃないの、というわけですね。ただブレイズは公女と守護者の責務は放棄できないんだと言います。ただマリンは休んじゃダメってことはないやろ。うちの言うことが聞けへんなら誰の言葉なら納得すんねんと。ちょっと悲しそうにしてんですね。仲良くなってるんですよ、ブレイズとマリンは。その後ね。ただこのマリンの言葉すら聞き入れないぐらいブレイズはやっぱり堅くなだったんですね。はい、成長はしていると思ったんですが、やっぱりその辺はブレイズの核として残り続けているということです。なるほどな。そこでブレイズがじゃあ相談に行くかと尋ねた人物がいます。エンジェルアイランドのナッコザ・エキ・ドゥナーです。意外な相談役。はい、ナックルズ？なぜここでナックルズ？大丈夫かと思われる方もいるかもしれませんが、IDW のナックルズは一味違いますからね。はい。彼女はエメラルドの使い手としてはソニックと対の関係にありましたね。ソニックはカオスエメラルドの使い手、そしてブレイズはソルエメラルドの使い手でした。ただブレイズはエメラルドの守護者でもあるんですね。守護者といえばカオスエメラルドの束ねるマスターエメラルドを守護するナックルズ。対関係とも言えそうですね。なるほどね。ガーディアンとしての先輩だからってことでナックルズに白羽の矢が立ったということです。なるほど。あんなに一周してバカにしていたナックルズにブレイズが声をかけに行くんですね。確かにだいぶ心開いたんだな。はい。IDW はこの関係に着目をしたようです。なるほどな。でブレイズが聞きます。同じ守護者として尋ねたい。務めから離れることは許されると思うか。率直な質問だね。でナックルズは公女としての務めがあるんだろと聞きます。ただ、ブレイズはその公女としての仕事に関しては大部分は大臣がやっていると。で国も無事に繁栄しているぞと。でロボットは自分が倒しきったから平和になったと言っています。でナックルズはソルエメラルドはどうなってるんだ、と聞いたところ、エメラルドの警備も十分だし、今よりも厳重にすることも可能だということなんですね。でナックルズはそれを聞いてと考えて、それでも離れたくないんだってちょっと意外に感じてるっぽいんですよね。そんだけ潤沢に整備も警備も行き届いてるのに、その上で離れたくないんだなっていうのをまたヒアリングしてるっていうことですね。そうだね。何かが起きたらそこにいないと対処できないってことかって聞くわけよ。でブレイズはその通りだ、やっぱり分かってもらえると思ったでちょっと共感してくれたっぽくて安心するんだが、ナックルズは分かりはするがよ、だからこそ聞いてほしいんだが休めというわけです。ナックルズはマスターエメラルドってもう雨ざらしというかでかすぎるし、島から離せねえと、作品によってはポケットに入れてたようなこともありましたけど今のところ動かせないっぽいね。でどこに隠そうが危険は残ると。だからナックルズはたびたび島を離れることはあるけど、それって毎回賭けをしてるようなもんなんだと。心が休まるなんてことはないんだと。だから今のお前の状況は
贈り物だぜと、めちゃめちゃいい状況だぜと。確かにナックルズからしたら喉から手が出るぐらい羨ましい環境だよな。まあ手伝ってくれる奴らもいるしな、だから無駄にするんじゃねえぞと、今こそ休めよと、はいはいはい、いうわけですね、ナックルズが。むちゃくちゃ説得力あるな。ナックルズに聞いてよかったよな。まあナックルズはちょっとどんな気持ちでこれを言ってるのかなと思うんだけど、まあブレイズはそれを聞いて、ありがとう、ここに来た甲斐があったって言って、お礼に何かしたいんだけど、一時的にマスターエメラルドを見ておこうかみたいなことを言ったりするんだけど、ナックルズが、いやいやそんなの構わねえよ、俺も俺の仕事は自分でやりてえからだ。でそこもやっぱりちょっとシンパシー感じるんですね。なるほど。で責任を理解してるやつと話せるのは貴重だぜつって、誰のこと言ってんのかね。まあ一人しかいないんですけど。なるほど。はい、まあナックルズもちょっとブレイズとのやり取りはなんか身になったみたいですね。数字あったんだ。はい。なるほどね。でブレイズは自分の国に帰り、マリンに留守を頼みます。でマリンもちょっと喜んでるんですね。寂しくなるけどブレイズがそういう風に心を入れ替えてくれて、うちも嬉しいで、まあ喜んでるわけですよ。マリン的には頼られて嬉しいみたいな気持ちありますよね。で休暇を取ることを決意したブレイズはエミやクリメラ友人に挨拶に行くという話が描かれました。はいはいはい。ブレイズはですね、ソニックの世界に今いるということで、これは休暇中だということなんですね。あ、そうなんだ。はい。今まではですね、ブレイズがソニックの世界に来るのはなんでなんだろう。まあ危機に対してソロエメラルドに呼ばれたからとか、ドンパに呼ばれたからとか、結構無理やりじゃねっていうことが多くてですね、多分その結果フォースも出づらかったんじゃないかなと。ソニックフォースで出るにしたってなんでブレイズが自分の世界をほっぽり出してこっちに来るんだみたいなことがあったんじゃないかなと思うんですが、こういう経緯があって休暇を取れるということになり、クロスワールドでレースを楽しんでいるということらしいですね。ブレイズからしたら今長期休暇中なんだ。長期休暇中です。なるほどね。バケーションです。なるほどなるほど。はい。ただこれで終わりじゃないですね。ブレイズまだまだ話し続きます。初めての休暇、何をしていいかわからないんですね。ああ、なるほどね。ワーカホリックだな。ありそうな話です。で、ソニックは彼女を誘って世界中を旅して回ることにします。なんかエミが黙ってなさそうな展開だけど。そうだな。そうだな。IDW のソニックはこういうことするよな。そうなんだ。はい、結構おせっかい上げですね。IDW のソニックは。で、まあ俺は何をするべきかっていうのをお前に見つけてほしいわけじゃなくて、ただ楽しんでほしいんだということで、まあ、ブレイズにいろんなところを見せて回るんですね。なんか好きな女にやることだけどな、これな。二人きりってことだよね。そうだね。なんかすごいね。すごいよな。いきなり誘って世界中二人で旅して回る。すごいなんかナンパ師ですね。ソニックね。チャラいな、なんか。チャラいね、ソニックね。はいはい。今更気づきました。チャラいんですよ。なるほどなるほど。でまあブレイズはソニックから学ぶことが多いなと、しみじみ語るんですね。お前みたいにその義務と楽しみを両立できるのが羨ましいと。私もそういう風になれるかなみたいなことを言ってて、まあ自分なりにやればいいさみたいなことをソニックが教えてるっていう、このソニックラッシュで描かれたようなやっぱり学びの関係ね、ここもちゃんとやっぱり描かれますよね。なるほど。でブレイズはこの世界もすごく愛着が湧いているし、この世界に住んでる人たちのことも大好きだから、私はその世界を守りたいっていう風に、この世界も自分にとってすごく大事なものになったから守りたいんだっていう風に思いを語っていきます。同じ頃ですね、シルバーもまたこのソニックの世界現代に呼ばれていました。やることを探して迷ってたんですね。似たような状況だな。はい、これ SP 解説でちょっと触れたんですが、シルバーはいつもソニックたちの世界に来るときには何をするべきかが分かってたんですね。未来の世界が荒廃してしまった。それは現代でこういう事件が起きたからだ。それを俺が防げれば未来が平和になるぞ。だから何かしなきゃって言ってたんですけど、今回なんかよく分かんないけど戻ってきた。どうしたらいいんだ、ってことでシルバーはすごく不安があるんですね。やることが分からない。俺はこのままでいいのかすごく不安がっていました。で、SP からいろいろ教わってましたよね。で、まあブレイズともその悩みを共有します。シルバーは焦ってますね。どうしたらいいんだろうと。そしたら、まあ、ブレイズはゆっくりでいいんじゃないかというわけですね。何かやるべきことがわからない。ただ焦っていろんなことをするよりもじっくりじっくり今やるべきことをやるのがいいんじゃないのかみたいなことをまあ言うわけですね。なるほど。まあまあやっぱりブレイズもソニックから聞いたことをブレイズなりにこうシルバーに伝えているように見えます。でシルバーを今度旅に誘うんですよ。あ、そうなんだ。一緒に旅をしないか。面白いソレアナっていう街があるんだみたいな感じで、旅に誘うんですね。じゃあブレイズとシルバーが2人きりで世界中を旅するということになります。なるほど。ソニックからしてもらったように。そうですね。なるほど。はい。まあこのエピソードの挿入理由っていうのもちょっとメタ的に考察しちゃうんですけど、まあやぼったいかもしれないですが、はい。まあ2人がなんでこの世界にいるのか、これゲーム作品にとっても結構ネックだったんですよね。シルバーも未来にいるのになんでわざわざこの世界に戻ってくるのかなっていうのがフォースで一応説明されたんですよ。ソニックフォースでシルバーがこっちに戻ってきてるのはそのエッグマン戦争を止めるためだったんですね。ただそんなことばっかりやってたらシルバーも疲れちゃうんで、でもシルバーをゲームに出したいってなった時に、まあ理由がない。まあそうなった時
こうシルバーもブレイズもなんでソニックたちのために戦うのかとか、こう自分なりに考えていくんですよ。目的がはっきりしてるわけじゃないけど、俺この世界好きだしな、とか自分が成長できるかもしれない、ソニックたちと一緒にいたら成長できるかもみたいなことを動機にこの世界にいるっていうことを選んでいくんですね。だから今後も継続的に出番を確保するための理由付けは一応できたっぽいんですよ。なるほどね。はい。というのが一応描かれるきっかけだったかもしれないですけど、でも描かれ方かなり丁寧かなと思いますね。ブレイズがソニックから学んでシルバーにそれを自分なりに伝えて共に成長していくっていう、ラッシュと新ソニの要素のいいとこ取りみたいな混ぜた立ち振る舞いをしていっています。なるほど。まとめるとブレイズは今休暇を取っているということが分かった。そしてソニックの世界に恩返しをするために自分の力を最大限に使うよっていうことも、自分の選択肢として決心したわけですね。なるほどね。はい。で、ソニックフォースのエッグマン戦争後、ソニックの世界ってすごく荒廃したことになっています。なのでその世界を復興するための組織レストレーションというのがあるんですが、その活動を手伝っているのが現在の IDW の物語になります。まさに手伝っているシーンが今描かれてますね。そうなんだ。はい。ということで、ちょっと最後長くなっちゃいましたが、IDW の含めて、ブレイズのストーリー今も進んでるぞということで、ブレイズのストーリー解説とさせていただきました。はい、いただきました。今回もかなり長くなってしまったんですが、ブレイズのキャラ設定と物語を、現在地も含めてかなり丁寧に解説しましたので、ブレイズ通になったんじゃないでしょうか。おかげさまでよくわかりました。はい。今後のブレイズの物語楽しむ準備はバッチリじゃないかなと思います。ブレイズって魅力的なキャラでありながらも、その設定の複雑さとか制約ゆえに出番は多いんですけど、深くは描かれないキャラになってしまってたんですよね。なるほど。しかしここ最近 IDW コミックをはじめソニックシリーズ全体でキャラとか世界観設定の整理が進んでいるので、ブレイズの設定もまさに整理されている途中ということで、再び彼女の物語が描かれる兆しが見えてきました。なるほど。すごくワクワクしますね。その楽しむ助けになったなら幸いです。でブレイズに興味が湧いた、もっと知りたい方におすすめのコンテンツも紹介しておきます。まずはラッシュシリーズと、新ソニーになるんですが、例によってどちらもプレイ難易度が高いです。なるほど。移植されてないんですね。そうなんだ。手軽に触れられる作品としては、チームソニックレーシングとソニックレーシングクロスワールドかなとなります。なるほどね。クロスワールドやっとけば最新のブレイズに触れられるってことですね。そうですね。ソニックレーシングクロスワールドはすごくおすすめです。あとはやっぱり古い作品にはなるんですけれども、ソニックと暗黒の騎士という Wii で出た作品ですね。こちらもブレイズのそっくりさんとしてパーシバルというキャラクターが出てきまして、このパーシバルもパーシバルで美味しいキャラになってますので、余裕がある方はそちらも調べてみるとまたちょっと広がりが出るかなと思います。なるほど。あとは IDW コミックですね。翻訳版も出ております。翻訳版一応8巻まで出ているんですが、1巻、3巻、8巻あたりで、ブレイズの活躍も見ることができます。で今後も出番たくさんあります。今回話した内容っていうのも今後翻訳されるでしょう。ということで、ブレイズファンは手に取って損はないぐらい濃く描かれてますので、ぜひぜひ興味がある方は読んでみてください。ということで今回の動画はここまで。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録もお願いします。また動画収録直後の感想や制作裏話などを話すアフタートーク動画をメンバー限定で公開しています。そちらでしか話さない考察なんかもありますので、今回もいっぱいあります。興味のある方はぜひメンバー登録もご検討ください。お願いします。それでは締めの挨拶お願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。